今回の動画では、ピラティスとヨガとかね、ストレッチ、エクササイズと体微調律、箱ボディチューニングは何が違うのかについてお話ししていきたいと思います。はい。では、今回の動画では、ピラティスとヨガとかね、ストレッチ、エクササイズと体微調律、箱ボディチューニングは何が違うのかについてお話ししていきたいと思います。これすごくよく日本でも聞かれるけど、海外の方からも聞かれますよね。Yes, every time I bring up Hako Body Tuning or HBT, people ask me, what is that? ですよね。まあ、いいんですよ。仕方がないんです。まだ皆さんにそこまで知られていないから。でもこれから、そう、ニューのなんで、でもね、ぜひね、知っていただきたいので、この質問よく来るのでね、お答えしたいと思うんですけど、まずその前に、ヨガとかピラティスの話ってちょっと前提としてお話ししたいのが、ヨガって多分皆さんが言ってるの動きのことを言ってると思うんですけれども、ヨガって多分ね、その動きだけじゃなくて、本当にね、生き方とか考え方とか食事とかね、いろんな、ものがね、ヨガだと思いますけども、ここで比較して言うのは、いわゆる皆さんが想像されるポーズとか、ストレッチみたいな意味としての比較になります。で、あとピラティスもね、ピラティスさんが作ったメソッドなんで、もっとね、深いことをね、ピラティスの方たちは学ばれてると思うんですけれども、ここで比較するのは、いわゆる今ね、一般的に認知されているエクササイズ、コアを鍛えるみたいなイメージのピラティスとの比較っていうことを大前提だと考えていただいて、一般的に皆さんがそういうヨガはストレッチみたいなもの、ピラティスはエクササイズ、コアを鍛えるみたいなものと認識されているので、それを元にお話しさせていただきますと、体微調律と箱ボディチューニングは、一番簡単に言うと、その前にもやるといいですよっていうものになります。どちらかというと、全部のね、生活の基本となるような体の調整をしているのが体微調律。調律の話をね、前回の動画でもしましたけれども、整えていくので、関節とかね、いろんな部位を整えて、例えば歩くとか立つとか座るとか、その日常生活の動作がすでにね、しやすくなる。自分らしく動けるっていうところをやっているので、それができていないうちにですね、例えばそういうせっかくヨガとかね、ピラティスとかやっても、できないことが多くて、かえって無理して頑張ってしまって怪我をしてる方っていうのがね、結構多くいらっしゃいますよね。My mom is one of them. あ、そうでした。そう、頑張ってちょっとストレッチとかね、されて、ちょっと怪我をしました。そうそう、ジュリア先生のお母様ね。でも、実はそういう方が多くうちのスタジオにいらっしゃいますので、皆さんにね、よく聞かれるのは、じゃあヨガとかピラティスはやらない方がいいんですかとかも結構私は聞かれちゃうんですけど、そういうことではなくて、ヨガとかピラティスとかストレッチとかエクササイズ、それ自体はもちろんいいものがたくさんありますので、ぜひ皆さんに活かしていただきたいんですけど、その前に考えてほしいことがあって、今皆さんがやられてることを効果的にできるだけの根本的な体の状態にありますかっていうところを緩めて整えていくのが体微調律になりますので、話だけしてるとね、多分ね、意味がわからないと思うので、ちょっと、じゃあ動きをしてみたいと思いますけど、じゃあ、すごく簡単に言うと、例えばじゃあ横にこうやってストレッチね、するとします。はい。で、これが、多分普通の人がなってるのってこうだと思います。まずね、腕が上がんないでしょ？だからこの横に行かなくてこう行くのね。で、ここが硬いから、こう。みたいな、多分こういう人多いと思うんですけれども、でもストレッチはこれを、頑張って毎日やったら、できるようになるかもって思ってる方がね、ちょっと多いかなと。それは海外も一緒。Oh, yes. Exactly the same. 頑張っていっぱいやったら、お風呂上がりにいっぱいやったらできますよっていう思ってる方が多いと思うんですけど、体微調律ではすごく簡単な動きで、例えばこのね、脇を緩めたりとか、この腸腰筋ってね、この足のね、付け根の方の筋肉を緩めたりとかですね。いろいろ、まず体を
チューニングしてあげるとですね、そもそもここが動きやすくなるんで、あと腕もね、上がりやすくなるためにこの辺を調節してあげます。そうすると、腕がこっちに上がってたのが、こう上がりやすくなって、固まってたのが緩むので、自然とこう、ストレッチがしやすくなるので、その準備段階というかね、チューニングです。ボディをチューニングしてますので、ボディチューニングを世界の人にも知っていただけたら嬉しいなと思ってます。で、今のはストレッチね。じゃあ、ピラティスとかね、エクササイズは何をしているかというと、だってコアに効かせたいって皆さん言うじゃないですか。コアに効かせるためには、コアはどこにあるんでしょうかっていう。コアは表面にはない、サーフェイスにはないですね。コアは中にあるわけなので、ということは中だから、股関節とか骨盤とかがきちんとこう動かないとですね、中のエクササイズは届かないです。できない。動かないですからね。なんで、微調律では、ちゃんと股関節とか骨盤をチューニングして、ちゃんと中が動きやすい状態にしてからエクササイズすることで、きちんと中の方も、動かせるようにしていくということをやっているので、それができたら、きっとね、ヨガとかピラティスとかのもっとね、効果があると思いますというか、私もジュリア先生もすごくトレーニングをして育ってきてますので、多分一番この重要性が分かってますというか、これをボディチューニングをすることで初めて子供の頃に言われてたトレーニングの意味が分かった二人です。最近ね、いろいろとね、子供の頃に知っておけばよかったっていうことが結構あるので、特にね、そういうヨガ、エクササイズとかね、まあ、好きな方はね、まずボディチューニングをすることから始めてみていただけるといいかなと思ってますので、簡単に言うと、体微調律、箱ボディチューニングは何かをする前にもいいメソッドです。というわけで、皆さんきちんとね、自分の体と向き合ってボディチューニングしていきましょう。